今回は私が普段から愛用していて旅行でも絶対に手放せないという一群のコスメとメイクツールをご紹介します。こんにちは。旅行が好きで限られた休みで子連れ旅をしているみずほです。子連れ目線でリアルな旅の話をしています。旅行のパッキングをしていて一番悩むのって持っていくコスメとかスキンケアではないですか？荷物はできるだけ減らして身軽に動きたいけど、旅先での肌の調子がいまいちだったりメイクがうまく決まらなかったりすると、せっかくの旅行なのにテンションがガクッと下がってしまいますよね。私も以前旅行先で慣れないスキンケア用品やコスメを使ってなんかいつもとコンディションが違うなと思いながら写真を撮ったら、想像とはかけ離れた自分の姿があって驚愕したという経験があります。今回は忙しい朝の支度時間に役立つ時短アイテムから、機内やホテルでの滞在が快適になる便利グッズまでリアルな使い心地と一緒にまとめてみました。ぜひ最後までご覧ください。まずは旅先で肌コンディションを支えるスキンケアグッズを紹介します。まずこちら、クレンジングウォーターです。ミセラーウォーターとも呼ばれているようです。私は主に朝の拭き取り洗顔として使っています。こちらをコットンに含ませて優しく拭き取るだけなので本当に楽です。ホテルの洗面所ってたまにすごく狭くって顔をバシャバシャ洗いにくいことありませんか？私は実際に洗面台が小さすぎて顔を洗ったらシンクの周りが水浸しになってしまって、置いてあったポーチとかを濡らしてしまったことがあったんです。ホテルで使う用には小さな容器に詰め替えて持って行っています。朝の洗顔代わりにも使えるのですが、旅行中に一番活躍するのが飛行機での移動時だと思います。特に長時間のフライトや深夜便に乗る前、クレンジングウォーターを染み込ませたコットンをジップロックなどに入れて持ち歩けば、機内や搭乗前にさっとオフしてそのまんま寝る準備ができます。クレンジングウォーターで有名なのはビオデルマですが、私はドラッグストアで手軽に買えるビフェスタを愛用しています。コスパもいいし、匂いもほとんどなくて、何より目に染みないのがお気に入りポイントです。次にこちら、1つ目はアスレティアのコアバランスオイルです。これは洗顔の後にすぐ使う導入オイルなのですが、旅行には本当におすすめです。何がいいかというと、これをつけてから化粧水を塗ると驚くほど肌が潤うんですよね。おかげで持参する化粧水の量が少なくて済むのと、お手入れの時間も短縮できるので、忙しい朝ですとか夜寝る前の時間にはかなり助かります。この瓶のサイズだと旅行に持っていくにはちょっと大きくて重いのですが、公式ウェブサイトではトラベルキットも売っているので、お試ししたい方はチェックしてみてください。またこのコアバランスオイル、定期購入を申し込むと、こちらのもうちょっと小さめの旅行にぴったりサイズのものを結構な頻度でノベルティとしてもらえます。次にこちら、松山油脂の全身保湿クリームです。これ一つで顔も体も保湿できる旅行にぴったりのクリームです。そして子供も使えるので、お風呂上がりは子供の全身を塗りつつ自分のこともついでに保湿できるのでとっても楽です。補足、松山油脂ウェブサイトによると、シアバターの全身保湿クリームが乳幼児にも使えます。動画内では季節限定の柚子の香りのものを紹介しています。またホテルの部屋は乾燥しやすいので、私はこれを枕元に置いてハンドクリーム代わりにも使っています。あとは同じ使い方で、ビーチリゾートに行って日焼けしそうだなという時は、代わりにこちらのネイチャーリパブリックのアロエジェルを持っていくこともあります。こちらも顔と体に塗れて、あとは公式サイトでは髪の毛にも使えるって書いてありました。海で泳いだりして日焼けしてほてった肌にはこちらのアロエジェルを塗るとひんやりして気持ちいいです。次がバーツビーのオイントバームです。これはシカエキスやローズマリーが配合されたマルチバームなんですけど、見た目もすごくコンパクトで、ちょっとした傷とか乾燥とか、あとは虫刺され、あと子供のなんかここかゆいみたいな時にもさっと塗れるので、お守り代わりにバッグに入れています。口開けるとちょっと使いかけでお見苦しいのですが、中身はこんな感じの緑色の軟膏になっています。緑色の色が結構濃いめに見えるんですが、肌に塗るとそんなに結構透明になって馴染みます。そして香りはレモングラスのような爽やかな香りがします。
固形タイプなので飛行機の機内に持ち込むときに液体の制限を気にしなくていいのも地味に嬉しいポイントです。続いては UV 対策とベースメイク編です。旅行は外にいる時間が長いので崩れにくさと手軽さが大事ですよね。まずは固形の日焼け止めです。私はこれを普段から愛用しているのですが、旅行では特に手放せません。固形の日焼け止めはメイクの上からでも気になった時にすぐ塗り直せるのが便利ですよね。最近はいろいろなブランドからスティックタイプの日焼け止めが出ていますが、個人的にはこの朝鮮美女、チョソンミニョ、ビューティーオブジョンソン、このブランドのものがダントツでお気に入りです。他のブランドと比べても特にさらっとしたつけ心地で、メイクの上から塗っても全然崩れないんです。また匂いがほとんどしないのも使いやすいなと思います。あとこれも固形なので機内持ち込みの液体制限に引っかからないです。飛行機の中って実は地上より紫外線が強いと聞いてから機内でも思い出したら日焼け止めを重ね塗りするようになったのですが、これは固形でしかもコンパクトなので持ち歩くのにもとっても便利です。そしてベースメイクの主役のファンデーションですが、私はエスティローダーのダブルウェアを持って行っています。これはもうかれこれ8年ぐらい使い続けている私の鉄板です。少し大きいんですけど、この瓶のまま持って行っています。ダブルウェアはとにかくキープ力があって、長時間のフライトや湿度が高い場所を一日中歩き回る観光の時でもビクともしないです。またマスクをしたり鼻をかんでも汚く崩れることがないのでかなり信頼しています。ただこのファンデーションに合わせるツールは最近ちょっと変えたんですよね。以前はエスティローダーの四角い専用のスポンジを使っていて使い心地も結構良かったんですけど、あれは旅行に持っていくにはさすがにかさばるんですよね。でそこで最近取り入れたのがクッションファンデ用のパフです。こちらいつも使っているものなのでちょっと汚いんですが、フィリミリのクッションパフを愛用しています。これ読み方フィリミリで合ってますかね。もともとはクッションファンデ用のパフだと思うんですけど、リキッドファンデもすごく綺麗に仕上がります。特にこれは先端が少し尖った形をしているので、小鼻の脇とか目の際とか細かいところにも使いやすくて感動しました。厚みがなくてポーチの中で場所を取らないので、1週間の旅行だとだいたい3つぐらい持って行っています。ここからはポイントメイクで愛用しているものをお話しします。アイテムを減らしつつもしっかりメイクができるものを厳選しました。まず私のポーチの軽量化に一番貢献してくれているのがヒンスのオールラウンドアイパレットです。これは本当に便利で、アイシャドウだけではなくてチークやハイライトまでこれ一つで完結するマルチパレットです。以前はアイシャドウ、チーク、ハイライター別々にポーチに入れていましたが、このヒンスのパレットがあるとポーチの中がかなりすっきりします。いくつか色があるんですけれど、イエベの方だったらローズファズ、ブルベの方ならヘザーブルーというのがおすすめです。私のこれはローズファズです。今ご紹介した2つはチークとして使える色がここに一番大きく入っているのが使いやすいポイントです。で、パレットの中にチップとかブラシが入っていないのが人によってはデメリットになるかと思います。でも私は必ずメイクブラシを持参するので正直あんまり影響がなくて、あとは指でも綺麗に色が乗るので、さらに荷物を減らしたい時は指塗りでもいいかなと思います。次にリップですが、私はティントバーム派です。旅行中って食事をしたり写真を撮ったりと忙しいので、鏡を見ないでパパッと塗れる手軽さと、あとは色持ちの良さが大事だと思います。以前はずっとボビーブラウンを愛用していたんですが、なんだか使っているうちに値段がぐんぐん上がりまくって、そしてもう少し手軽なものを探した結果、結局そんなに値段は変わらなかったんですけど、ディオールのティントバームも結構使い勝手が良かったです。あともう少しお手頃な値段で探すと、こちらは厳密にはティントではないんですが、MAC の色付きリップも発色が良くてお気に入りです。私は結構黄色みがかった肌のイエローベースなんですが、ボビーブラウンのティントバームはベアメロンという色を使っていて、ディオールはキャンディという色を使っています。そしてMAC は、キャンディッドという色を使っています。そして次に隠れた名品なのが色付きのまつげ美容液です。これは特に
マスカラを落とすためのリムーバーをわざわざ持っていくのが面倒という方に全力でおすすめしたいです。マルシックという韓国のブランドのものなのですが、マスカラ代わりになるくらいしっかりまつげの存在感が出るのに、あくまでも美容液なんですね。深夜便フライトでほぼすっぴんだけど少しだけ目元に力が欲しいなんていう時にぴったりです。目元をゴシゴシこするとさすがに落ちるんですが、普通に過ごしている分にはパンダ目になることもなくて、軽めのメイクで過ごしたい時には特に最適だなと思います。楽天市場にマルシックの公式ショップがあって、ここから買えるのですが、改めて商品説明を見てみたところ、こちらはまつげ美容液としてだけではなくて、髪の毛の産毛の固定とか、あと眉毛の固定、おそらく眉マスカラのような感じで使えると思うんですが、いろいろとマルチユースだということが分かりました。次は地味だけど超重要なツール類についてご紹介します。一つ目はアベダのミニパドルブラシです。アベダのパドルブラシはお家で普段から使っているという方も多いんじゃないでしょうか。私も髪の毛がまあまあ長いので、旅行先でも朝とかしっかり髪を溶かしたくなって、ホテルのアメニティの櫛ではどうしても物足りないんですよね。あとこのブラシは頭皮をグリグリしたり、ポンポンと軽く叩いて頭皮のマッサージもできます。頭皮のマッサージをすると気持ち程度ですが、顔のむくみもすっきりする気がします。ミニサイズでバッグの隙間にスルッと入るし、旅先でもいつものケアができる安心感があるので、短期の旅行でも必ず持って行っています。そして意外と忘れがちなのが、眉毛用のハサミとピンセットです。これ笑われるかもしれないんですけど、旅行中にふっと鏡を見た時に無駄毛を見つけるとすごく気になりませんか？指でつまんでも抜けないのが本当にストレスで、結局旅行中ずっと気になるということがありました。なので私は必ずピンセットを持ち歩くようにしています。あと眉毛カット用のハサミも眉を整える他にもいろいろ使い道があります。旅行先で買った服のタグを切りたい時とか、お菓子の袋が開かない時とか、普通のハサミを持ち歩くのは大げさだけど、これだったらコンパクトだしマルチに活躍してくれます。そして今回のリストで一番の隠れ名品と言ってもいいのがマジックソープです。これは1本で何役もこなしてくれる究極の時短減量アイテムです。私はこれをまた小さな容器に詰め替えて持っていくのですが、普段家の中ではメイクの後の手を洗うのに使っています。そして旅行先ではハンドソープ、ボディーソープ、洗顔料、メイク落とし、手洗いで洗濯したい時の洗剤、あと食器洗い洗剤といった感じで何にでも使えます。特に子連れで旅行する時ってちょっとした服の汚れを落としたり水筒を洗ったりとか必ず使う場面が出てきます。ただちょっと注意点がありまして、このマジックソープはメイクも落とせるぐらいに洗浄力が強いので、これを使って顔を洗うと乾燥肌の人はちょっと突っ張るかなと思います。乾燥が気になるという方はマジックソープ以外のものでクレンジングと洗顔はした方がいいです。あとは目に入ると結構痛いので、お子さんが使う時には注意してください。いろいろな香りがありますが、この水色のパッケージのベビーマイルドが無香料で使いやすいと思います。ここまで一群アイテムを紹介してきましたが、実は持っていくものを減らすために旅行前に必ずやっておくこともあります。一つ目はまつげパーマです。これをしておくだけでビューラーを持ち歩かなくていいし、朝のメイクの時間が劇的に短縮されます。特に家族連れや友人との旅行ではずっと洗面所を占領するわけにもいかないから、1分1秒でも早く朝の支度を済ませたいですよね。そういう時、まつげパーマは結構メイク時間を短縮できるのでおすすめです。そしてもう一つおすすめなのが眉毛の脱色です。私は眉マスカラを塗るのがかなり苦手で、綺麗に仕上げようと思うと時間がかかるし、いつの間にか眉毛がカチカチに固まってるんですよね。なので Amazon やドン・キホーテで脱色剤を買って、あらかじめ地眉を少し明るくしておきます。そうするとペンシルやパウダーでささっと描くだけでふんわり眉ができるので、旅行中のメイクが本当に楽になります。
旅行に必ず持っていく一軍コスメとメイクツールをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。今回いろいろとお話ししましたが、一庶民の私が一番お伝えしたい大切なことは、旅行のためだけに買うのではなくて、普段から使えるかどうかを吟味して選ぶことです。今回ご紹介したコスメ類、プチプラのものもあれば結構いいお値段がするものもあります。旅行の時にしか使わないのはもったいないですよね。開封したのに次に使うのが半年後となると、使用期限内に使い切れないというリスクもあります。私も昔は旅行で使う専用のコスメパレットを免税店で購入したことがあったのですが、結局何年も使い切れずに最後は処分してしまったというもったいない経験があります。理想は普段の生活でもお気に入りで、それがそのまんま旅行でも役に立つというスタイルです。皆さんの毎日と旅がお気に入りのアイテムでもっと楽しく快適になったら嬉しいです。他にもこれ旅行に持っていくと便利だよというおすすめのスキンケアやコスメがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。これからも旅行の準備にまつわる情報や旅行先の紹介など配信していきたいと思っています。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。またねー。